当初はですね、医療刑務所ですので、精神的に何らかの疾患を有した男子の受刑者を収容している施設になります。はい、カメラお願いします。完全な監視中で。当初はですね、医療刑務所ですので、精神的に何らかの疾患を有した男子の受刑者を収容している施設になります。精神疾患を有する受刑者以外にも、刑務所の運営に必要な食事を作る工場だとか、洗濯工場だとか、そういった一般の経理受刑者といわれる方も一緒に収容しているような施設です。受刑者の生活とか見ながら調理の場で仕事をさせてもらっています。一番は食材扱うというところで食中毒を起こさない、受刑者施設で預かっている身、監督している立場というところから事故、怪我、そういったところを起こさないために日々指導しながらやっています。食一つで彼らの気持ち、モチベーションも変わりますし、彼らは自由にですね、いつでも好きなものを食べれるわけではないので、決まった時間、決まったメニューという形なので、そういった中でいかにバリエーションを作りながらですね、受刑生活に潤いを与えるようなメニュー作りも必要かなというふうに思っております。炊事工場は本当にいろいろな作業ですね、刃物も使いますし、油だとかですね、火も使うところですので、経験がある職員を選定しております。職員の中でも指導力のある人を選定しながら担当につけているという形になります。管理栄養士をしております黒柳恵子と申します。こちらに勤務して14年目になります。以前は学校給食の仕事をしていました。小学校に勤務してました。今まで老人ホームだとか病院だとかいろんなところで管理栄養士やってきたんですけど、ここがなぜか一番長続きしてまして、私的にはすごくやりがいがあるというか面白い現場ですね。小学校の勤務されてた人、刑務所で勤務されてるので、大きな違いって何かございますか？いや、全く違います。学校の給食は調理員さんたちがいらっしゃいますし、1日1食じゃないですか。土日もないですし、夏休みは給食ないですし、プロの方がいるので、調理については任せておけば大丈夫でした。1年のうちの正月三が日だけは白いご飯ですけど、あとはみんな麦を入れることになってます。一律で食料給与規定っていうものの中で定められてますので、勝手に今日は麦なしとかそういうことはできないですね。
どのようなスケジュールで動いてるんですか？受刑者は基本的には今懲役受刑者ですので作業がメインとなります。朝ですね、起床してから食事をして各工場にそれぞれ行ってですね、必要な刑務作業を実施するという形になります。その日中の間に個々の受刑者の必要に応じた改善指導をですね、それぞれの場面で実施しながらですね、夕方に戻ってきて部屋で食事をとって、その後はですね、夜9時に寝るまではヨガ時間という形で生活することになります。ここで集まって食事をとると。基本的には各工場単位で食事するんですけど、うちみたいな小さいところはどの工場もここにみんな集まって工場にいる人はここで食べると形になりますね。どういった運動をされるんですか？一般的な運動ですね。雨の日は外ではできないので屋内で運動の方を実施しますね。レフリクティングルームといって受刑者と対話だとか面接する場所になります。より受刑者の特性に合わせた処方しないといけない中で、今まで作業しなさいっていう指示命令だけではなくて、本人の抱えている問題っていうのを自らの言葉でこういった落ち着ける場所で語ってもらって、それに対して我々ができる処遇を柔軟にやっていこうというところで、こういった刑務所のところにないような環境を作って、これどの施設も今順次やっていってるんですけど、まだ走り出したばかりなので実績とも今積み上がってきてるところなんですけれども、もともとここも工場だったんです。全国的に使用人がどんどん減ってますので、統廃合して空いたスペースをそういった今後の処遇に生かせるような設備を整えてという形でやってるというところですね。ここにいる人たちって精神疾患を抱えて歯磨きの仕方が分かんないとか、服が畳めないだとか、通常の日常生活でも支障があるような方結構多いんです。一般の工場に就業できない人がここに来てもらって、作業療法士さんが例えばパズルやったりだとか工作をやったりだとか、一般の受刑者よりもリハビリ重視みたいな感じのイメージですかね。日常生活に通ずるようなスキルとか技術を学ぶっていうか、というところなんです。できるようになってきたら一般の工場、他の受刑者と集団で生活できるようなところまで持っていければいいかなというところですが、徐々に状況を見ながら彼らの合った指導をしているという形ですかね。宗教協会といっていろんな宗教ですね、キリスト教だとか労働支援宗だとか神道だとか、そこの教会さんと呼ばれるんですけど、その方に受刑者の悩みだとかですね、精神的な反問だとか、そういったものに対する対応をしていただいたりとか、いろんなことをお話しいただいてですね、改善構成に資するような働きかけをしていただいていると。栄養バランス考える際にですね、どういったことを意識されたりしてますか？タンパク質だとかカルシウムあたりが不足しがちなんですけど、これらのものは食材的に単価が高いんですね。なのでそんなにたくさん使えないんですよ。でもあんまり量が少ないと、見た目にやっぱりボリュームがないと彼らの満足度っていうのが落ちてしまうので、安い食材でなるべくかさ増しをするように工夫してます。岡崎医療刑務所って気にかけないといけないことって何かあったんですか？新しいメニューを入れる場合でも、彼らの人数とか彼らのスキルでちゃんと調理できるものなのかっていうことを考えないといけないですし、予算が学校給食とかと比べて断然低いですし、思いがけないものができることがあるので、そういうことも想定で考えないといけないなっていうのがあります。こうやってやっといて乗りつけた方が上手にできるじゃないですかって彼らから言われて、はい彼らからの意見で学ぶことも結構あります。予算内でじゃあ栄養バランスとかも考
考えないといけない。そうです、はい、簡単で安くて美味しいっていうのが一番いいんですけど、はい、ここでは大量調理なのでお家で少人数分やるのとは手順とかも違ったりしますけど、ここで覚えたことをちょっとでもこう社会に出た時に自分のためにとか周りの家族のためにとかやってもらえるといいなという気持ちはいつも持ってます。はい、食べられます。1210円。115gです。ここでの調理ができるって言ってもレベル的には大したことじゃないんですね。冷凍食材とかいっぱい使うし、でも、彼らがちょっとでも社会に出てとか役立ててくれると嬉しいなとは思いますけどね。だんだん成長が見られていくので、もっと美味しく作りたいとか、だから教えてくださいとかでそういうふうに言われると私もやりがいがありますし、その子たちの01の成長が見られるのがいいなって思います。ここで経験を積むことによって調理関係に興味を持って実際には調理師免許の取得だとかそういったための勉強につながったりだとか、炊事工場ですね、ついたばかりの時は何するにしても自信がなくて今までも認められてないっていう人が多いですので、そこで自分の作ったものが他の受刑者に喜ばれるだとか、一つの達成感といいますか自分のやりがいにつながってきて自分なりの目標を持ってですね有益になっている部分があるかと思いますので、そういった意味では炊事というのはこの後の人生においての大きく変わるきっかけの一つではあるかなと思っています。共生業種のミッションビジョンバリューというものを掲げて頑張っております。私たちの指針といいますか、公正を信じる力でもっと安全で豊かな社会をというところで、その実現に向けてですね我々ができることは何かと一生懸命取り組んでおりますので、共生行政の取り組んでいる姿というのも皆さんにも知っていただければというふうに思っております。いろんな理由があるとは思うんですが、やはり今受刑者を見ていて多いのが窃盗だとか覚醒剤だとかですね、彼らの話を聞いたりだとか処遇の状況を見てると社会とのつながりがなくてそういった犯罪に至ってしまったという人が非常に多いのかなと感じてます。なので私たちが指導する時は社会に出たら挫折だとか悩むことだとか思い通りにならないことっていっぱいあると思うんですけど、その時こそ人に相談できるとか人とつながれる場所、そういったものを作ることができればですね犯罪に至る前にちゃんとした道をしっかり選択できるのかなと思いますので、社会でも刑事施設だとかですね受刑者の復帰に関心を持っていただいて社会として受け入れる体制ができればもっともっと犯罪っていうのも減ってくるのかなとは思っております。はい。